本日は NXP 村田ありサイトウェビナーにご参加いただきありがとうございます。これより設計も調達も驚くほどシンプルになるシステムオンモジュールのすすめと題したセッションを始めさせていただきます。本日のアジェンダになります。まずはじめに、最新プロセッサーを使った機器開発の課題、そしてそれを解決するバリサイトソムにつきまして、バリサイト正規代理店であるアローエレクトロニクスジャパン株式会社 FA グループマネージャー浜野正宏よりご紹介します。続きまして、NXP i.MX アプリケーションプロセッサーにつきまして、NXP ジャパン株式会社インダストリアル &IoT 営業統括本部市場開発部部長早坂学よりご紹介いたします。最後に、村田無線モジュールにつきまして、株式会社村田製作所通信センサー事業本部、通信モジュール事業部、コネクティビティモジュール商品部、シニアエンジニアの中西元井よりご紹介いたします。それでは浜野さん、お願いいたします。本日はお忙しいところウェビナーに参加いただきましてありがとうございます。アローエレクトロニクスジャパン FA グループの浜野と申します。今回、バリサイト社のシステムモジュールの紹介になりますけれども、バリサイト社は日本法人がありませんので、弊社の方から紹介させていただきます。はじめに、システムモジュールが最近増えてきている背景になりますけれども、一つの理由として最新のプロセッサーを使った機器開発というのがどんどん難しくなってきているというところが挙げられるかと思います。最新の SOC では、プロセスの微細化も伴って、非常に多くの機能が追加されており、高速なインターフェースも搭載していることによって、設計が失礼しました。極めて複雑になってきているというところがあります。で、加えて動作周波数の高速化に伴って発熱も大きくなり、発熱対策や電力管理といったものも重要になってきます。また、こういったプロセッサー、SOC を使った基盤の設計というのは非常に複雑で、幅広い専門知識を有する技術者が不可欠になってきますが、そういった開発リソースの確保といったところも課題になってきているかと思います。でさらに、長期供給を気にされるお客様も多いかと思いますけれども、プロセッサーの長期供給に対応していても、周辺部品が UL になるという可能性がありますので、サプライチェーンの管理といったものも複雑になってきているというようなところがあるかと思います。で、こういった課題を解決するためのソリューションが今回ご紹介するシステムオンモジュールというようなことになります。本日の内容になりますけれども、アローガの内容になりますけれども、まずはじめにバリサイト社について簡単にご紹介した後で、課題とソリューション、チップダウンデザインと ソムの比較とバリサイトの製品紹介、そして、採用事例、日本でも採用事例になりますけれども、バリサイトソムを使った採用事例と、最後にデモといった形で進めさせていただきます。ではじめにバリサイト社についてですけれども、バリサイト社は2003年に設立されたイスラエルの会社になっております。で世界で7000社以上の顧客基盤を持つ、グローバル企業になっておりまして、特徴としましては、量産工場を、外注に出しているわけではなくて、自社で量産工場を持っているといったところが特徴で、年間3500系ユニットの、生産能力を持つ工場を自社で持っているといったところが特徴になります。バリサイトのポジショニングになりますけれども、CPU ボードを扱っているメーカーさん多いかと思うんですけれども、多くが、インテルさんベースの X86 のボードをメインに扱っていて、ARM のソリューションも持っているというような形態だと思うんですけれども、バリサイトに関しましては、ARM ベースのソムを、専門で扱っている、ベンダーになっております。で、NXP さんとも、古くからパートナーシップを結んでおりまして、NXP 社の、プラチナパートナーになった最初のソムベンダーがバリサイトになっております。で、NXP 製の、SOC に関しましても、iDotMS8 シリーズ、9シリーズといったところはほとんどの製品をカバーしているような形になっております。で、さらに、先ほど言いましたけれども、自社で量産工場を持っているということで、安定した供給と、リードタイムで
製品を提供できるといったところが特徴のある、会社になっております。で、チャレンジというところになります。新製品を開発する上で市場要求に応えるというのは重要なことになってくるかと思うんですけれども、その市場要求というものがどんどん高くなってきているというところが課題、チャレンジになってくるかと思います。従来であればシンプルな UI で良かったものがよりスマートなデバイスへと市場要求がどんどんシフトしてきていると。で、さらにコネクティビティにおきましても IoT が当たり前になってきますと、ネットワーク接続というようなところも必須になってきますし、当然新製品を開発する上では新しい機能、よりリッチなグラフィックス、最近ですと、インテリジェンス、AI の統合といったような形で、どんどん多くの機能追加が必要になってくる。で、そういった多くの機能を持ったシステムというのは当然どんどん複雑化が進むということで、その複雑なシステムをサポートするためのハードウェア、ソフトウェアのサポートの高度化といったところも課題になってきているかと思います。例えばというところで一例ですけれども、コーヒーマシンの例を挙げますと、従来であればベーシックなプロセッサーを使って英数字のみの表示、ネットワーク接続はなし、コインによるメカニカルな支払いというようなところで対応していたものが、最近ですと、高性能なアプリケーションプロセッサーを使ってフル HD のグラフィックスやビデオをサポートし、無線ネットワークを介した動画再生であったり、NFC ベースのタッチ決済に対応したりというような形で、最新のテクノロジーに対応したような製品というものをリリースする必要が出てくるというような形になってきています。こういった新しい機器の進化をサポートするためのものが、最新のプロセッサーという形になってきますけれども、その最新のプロセッサーが、よりどんどん高度化しているというようなところも課題になってきているかと思います。で、こちら、NXP 社の、最新のプロセッサーである i.MX95 のブロック図になっています。で、見て分かる通り、非常に複雑な製品になってまして、メインのプロセッサーに加えて、サブのマイコンを複数搭載している。で、さらにグラフィックスを搭載していて、高速のインターフェースを搭載していて、LPDDR5 まで対応していると。で、さらに、最近ですと、AI のアクセラレーターであったり、画像処理エンジン、そういったものまで入ってきているということで、SoC、チップ単体がまず非常に複雑化している。で、当然、そのチップを使った基盤の設計っていうのもどんどん難易度が向上しており、本当に専門知識を持った人でないと設計できないというような形で、非常に製品の開発というのが難しくなってきているという状況があります。で、その課題を解決するためのソリューションが、システムモジュールというようなものになってまして、こちらはバリサイト社の、DART-MX95 という、NXP の i.MX95 を搭載した、システムモジュールになっております。で、CPU の隣に DDR、LPDDR5 メモリーが搭載されていて、電源があって、eMMC があって、イーサネットがあって、オーディオコーデック。あとは、認証取得済みの Wi-Fi モジュールも搭載した形で、プロセッサーを動かすための、必要最低限の機能を非常にコンパクトにまとめたボードが、システムモジュールというような形になっております。で、実際システムモジュール、この単体でシステムが組めるかというとそういうわけではなくて、このシステムモジュールのベースとなるボードとしてキャリアボードを、一緒に使うことによってシステムを組み上げるというような形になっております。ですので、CPU 周りに関しましては、このシステムモジュールを使って、キャリアボード側にお客様の専用の必要な機能というものをサポートしていただくというような二段構成でシステムを構築するというのは、このシステムモジュールを使ったシステムの例になっております。で、チップダウンデザイン、チップダウン設計とそのシステムモジュールを使った場合の比較をこちらでまとめてあります。で、チップダウンデザイン、要は CPU を搭載したワン基板、ワンボードで、設計する場合と、システムモジュールを使った形の階層型のシステムを使った場合になりますけれども、まずタイムトゥーマーケット開発期間におきましては、チップダウンデザインは当然一から開発しなければならないので、1年以上かかるケースというのも多くあるかと思います。それに対してシステムモジュールを使うことによって、検証済みのモジュールになっていますので、開発期間を大幅に削減できますし、より迅速な試作開発というものも可能になってきます。
でコントロールとカスタマイズ性に関しましては、チップダウンデザインであれば、全ての部品をフルにコントロールできますので、特定のアプリケーション向けに非常に特化したユニークなデザインというようなものも可能になってきます。一方、システムオンモジュールはそこまでの柔軟性はありませんけれども、システムオンモジュール内に搭載されたメモリの容量を変えたりというようなところの対応は、できるような形になっております。でリスクと信頼性に関しましても、初めて設計する基盤、ボード構成になりますので、チップダウンデザインですと、エラーが起こりやすく、リリースの障害というものも発生する可能性があるというものに対して、システムモジュールであれば、その部分に関しては市場実績のあるプラットフォームを使っていますので、設計のリスクが少ない。で、さらにソフトウェアに関しても、実績のあるソフトウェアで信頼性が高いというようなメリットもあるかと思います。で拡張性に関しましても、チップダウンデザインですと、CPU のアップグレードや変更を行った場合には、基盤の再設計というものが必要になってくるかと思いますけれども、システムオンモジュールにすることによって、ピン互換のその、ファミリーというものもありますので、キャリアボードの方は再設計する必要なく、そのソムの部分を載せ替えることによって、容易にアップグレード、もしくはダウングレードといったものが、実現できるような形になります。でさらに、長期供給とメンテナンスというところですけれども、チップダウンデザインの場合には、当然、自社で全ての部品のライフサイクル管理というものを行う必要がありますけれども、システムモジュールを使用することによって、ソムベンダー側で長期供給対応というのを行いますので、お客様側で、部品個別のライフサイクル管理というものが不要になってくるというようなメリットもあります。サプライチェーンも同様で、お客様側で複数のサプライヤーから個別に購入する必要があったものが、システムモジュールであれば、そういった管理が不要になるというようなところもございます。でコストに関しては、チップダウンデザイン、そうですね、量産数量が非常に多い場合であれば、チップダウンデザインの方が経済的になるかと思います。ただ、最近ですと、高性能な SOC ですと、基盤総数として8層、10層必要ないようなケースもありますので、この SOC もしくは、LPDDR5 等に合わせると、基盤自体の総数がどんどん増えてくる。8層、10層にしなければいけないというケースが出てきますので、基盤コストが増加してしまうというような、ケースもあるかと思います。で一方、システムモジュールを使うことによって、CPU 周りの開発費を抑えることができる。でコスト的にも、少量から中規模の数量であれば十分コスト効率の高いコストになるかなと思います。でシステムモジュールというと結構高価なイメージ持たれる方もいるかもしれませんけれども、最近ですと30ドル以下というような非常に安価なラインナップも用意してますので、それほど高価なものではないというところがあります。で、CPU 周りとキャリアボードが別基盤になっているということで、キャリアボード側はそれほど複雑なチップが乗るようなケースはそれほど多くないかと思いますので、キャリアボード側を2層、4層といった形で基盤総数を抑えることによって、基盤コストの低減というのを図れるというメリットもあるかと思います。で専門性に関しても、最新の CPU、SOC を使った基盤設計においては、非常に幅広い専門知識と、経験のあるハードウェア技術者が必要になってきますけれども、システムモジュールを使う場合には、そのあたりの設計っていうのはもう、モジュールとして完成していますので、そういったハードウェアの専門知識がなくても、ソフトウェアと、製品に集中した開発ができるという形になります。これらをまとめますと、ボリュームのあるコンシューマー製品であったり、独自のハードウェアが必要な特定用途の専用機器であれば、チップダウンデザインの方が向いているケースが多いかと思いますけれども、それほど、数量の多くない、数万、数千以下のような数量であれば、システムモジュールでも十分コスト効率の高い設計ができるという形になってきているかと思います。はい、ここからバリサイトの製品、ピン2ピンファミリーということで、ピン互換製品の紹介になります。バリサイトでは2種類のピン互換ファミリーを持っていまして、1つ目がここにあるバーソンシリーズになっています。こちらは、SODIMM タイプのエッジコネクタ、SODIMM と同じ形状のエッジコネクタ、もちろんピンハイは違いますけれども、SODIMM タイプの200ピンのエッジコネクタを持ったシリーズになっておりまして、こちらで NXT 社の i.MX6 シリーズから8シリーズ、9シリーズというようなところを幅広くサポートしているという形になります。で、もう一方が、DART シリーズということで、こちらはコネクタータイプ、ボードトゥーボードのコネクタータイプの、
SOM になっておりまして、こちらですと、90ピンのコネクタが3つ搭載されていますので、トータル270ピンということで、先ほどの200ピンのエッジコネクタよりもピン数の多い、モジュールになっているということで、必要なピン数に応じた形で使い分けができるようなシリーズを2種類用意しているというところになります。でソフトウェアのサポートに関しましても、バリサイトの方から、Linux と Android のソフトウェアに関しては、全てのソムでサポートしております。Linux に関しては、Yocto と Debian のサポートをしています。で一部、i.mx シリーズにおいては、サブマイコンとして、Cortex MK を搭載しているものがありますけれども、そういったものに対しては、FreeRTOS、Zephyr、QNX といった OS のサポートも行っております。で、Wi-Fi のサポートになりますけれども、こちら、本日、共同で参加していただいている村津さんの Wi-Fi モジュールをこのバリサイトのソフトでサポートしておりまして、いくつかの種類、ここにある4つの種類ですね、村津さんのタイプ 2EL、2DL、LLKL といった形で、4種類のソムから選んで、4種類のモジュールから選んで、ソムを組み、サポートできるという形になっております。でいずれも、Wi-Fi のチップとしては NXP さんの IW618 シリーズが搭載されたものになっております。で、この村津さんのモジュールを使うことのメリットとしては、村津さんのモジュール単体として、認証取得済み、各国の認証取得済みであるということで、個別に認証取得が不要であるというようなところと、ワイドなコネクティビティということで、Wi-Fi だけではなくて、Bluetooth、スレッド、ジングリといったワイヤレスコネクティビティをサポートできるというようなところ、プラグ&プレイということで、すぐに使えるような形で提供されますので、Wi-Fi が必要であればモジュール搭載。Wi-Fi が必要ないっていうケースでは、この、Wi-Fi の部分を未実装で提供するオプションもありますので、この辺もオプション選択で選べるという形になっております。で、バリサイトさんの採用事例になります。で、日本の採用事例になりますけれども、こちらの DMG モリデジタル様の方で、HAI ボードというところに DART-MX8M プラス、i.MX8M プラスを搭載した CPU モジュールをご採用いただいて、実際写真のこちらのこのモジュールの部分になります。で、こちらカメラを接続してありまして、カメラでの撮影と、あと AI 処理。今回詳細説明してませんけれども、i.MX8M プラスには AI アクセラレーター、AI 処理用の NPU 搭載されてますので、AI 処理が非常に高速にできるという特徴の CPU になりますけれども、そのカメラでの撮影と AI 処理を可能にする、小型省電力の組み込み CPU 基板というものを DMG モリデジタルさんの方で開発いただいて、作業機器等の非常に開発環境の厳しい条件でも動作するような信頼性を持ったものとしてリリースいただいています。でこちら、右下の写真が実際の使用例になってまして、こちら工作機械 CNC の内部をカメラで撮影して、その CNC、加工中に出てくる切りくずの堆積状況を AI で分析し、その切りくずを自動的に、効率的に除去するというようなことを行うようなところで実際に使用されているというようなものになっております。で従来であれば、作業用 PC と、専用基板を使って行っていたような処理をこの小さな CPU 基板に置き換えることによって、省電力、省スペースというようなものを実現したものになっております。で実際、お客様の声としても、それを利用することで開発期間が短縮できたと。でさらに設計リスクや調達リスクを低減できるということで、まさにソムの特徴をご理解いただいて、ご採用いただいたというようなケースになっております。で最後にデモになりますけれども、こちら、このバリサイトのソムを立ち上げる手順から Wi-Fi を動かすところまでの、流れを説明してあります。これ動いてるかな。そうですね、まずはじめにバリサイトのモジュールを使う場合に、バリサイトのデベロッパーセンターっていうようなところがありますので、このデベロッパーセンターから必要なモジュールのソフトウェアをダウンロードいただいて、それを使用という形になっております。これを見てみたいですよね。そうですね。今回のデモにおきましては、DART-MX95 を使ったデモになりますので、まずこの DART-MX95 を選んで、DART-MX95 のページに行きます。で、今回のデモは、Yocto を使いますので、Yocto の
デベロッパーガイドの方にで、はじめに、まず、SD カードのイメージをダウンロードしています。で、ここから SD カードのイメージをダウンロードして、SD カードを、作るところから始まります。で、その SD カードに書き込む手順に関しましても、この、デベロッパーセンターの方のガイドで、Linux ベースであれば、こういう手順で SD カード書き込んでください。Windows ベースのホストを使っている場合には、こういう手順で SD カード書き込んでくださいというようなところが、すべて、ガイドがありますので、簡単に、イメージの作成、SD カードのイメージの作成というのができるようになっております。で、このデモの環境ですけれども、キャリアボードにつきましては、バリタイプの、ソナタボードというものを使っています。で、ここのグリーンの部分が、CPU モジュール、それになっています。で、最初にWi-Fi のアンテナをつないで、電源をつないで、USB ケーブルで、ホットプロセッサーを接続する。で、今回Wi-Fi のテストを行いますので、ホストプロセッサーと Wi-Fi ルーターをつないで、この CPU モジュールとこの Wi-Fi ルーター間の Wi-Fi のテストを行うような、そういったテスト、デモを行っています。で、SD カード、書き込んだ SD カードをここに書き込んで、SD カードブートっていうような設定にスイッチを切り替えて行っています。で、SD カードの書き込みが終わったら、その書き込んだ SD カードを先ほどの、バリサイトのトップに搭載して、SD カードから起動するということで、シリアルのダウンロード、シリアルターミナルの方で、このバリサイトの方に立ち上げます。で、その後で、また、各モジュールを動かすための How to ガイドというものもウェブサイトの用意されてまして、ここ今、How to ガイドで Wi-Fi を動かすための、ガイドのところを表示してあります。で、あとは、この、ガイドに沿った形で、ドットネットワークファイルを、Wi-Fi をオンにして、ドットネットワークファイルを作って、ドットコンファイルを作ってっていうような形で、基本的にこのガイドに書いてある通りに実行していくことによって、Wi-Fi のセットアップが完了するというようなところになっていきます。で、そうですね、ここちょっとデモ少し長いので飛ばします。で、そうですね、ドットネットワークファイルとドットコンファイルを作成して、SSID とかパスワードの設定を行って Wi-Fi をイネーブルにするということで、基本的にも本当にガイドに書いてある通りに実行していっているというようなところになっています。で、そうですね、IP アドレスの、振られたことを確認して、Wi-Fi のテストを行うというところで、まずピングを行って、接続できているというようなところを確認しています。で、その後で、Wi-Fi のテストを行うために IPAF、Wi-Fi のスループを、確認するテストを行っています。で、IPAF の、テストの仕方というようなところもこのガイドの方に記載されているということで、こちらも同じようにガイドに従った形で実行することによって、Wi-Fi のスループを簡単にテストできるというような形になっています。で、そうですね、ここで、設定された IP アドレスをセットして、IPAF を実行することによって、実際この例ですと、大体300メガ弱ぐらいの出力が出ていると、そこまで確認できるということで、ボードの立ち上げから、Wi-Fi の確認まで、そうですね、5、6分で完了できるということで、非常に簡単にボードの立ち上げできるというようなところを示したデモになっております。はい、デモは以上になります。で、最後に関連リンクということで、こちらは必要な際にご参照いただければと思いますので、資料の方に載せてあります。はい、以上が弊社の方からの説明になります。ご質問の方はチャットの方に入れていただければと思います。
そうしましたら、引き続きましては、NXP さんの方のセッションの方に移らせていただきたいと思います。では、林野さん、お願いします。はい。皆さん、こんにちは。NXP ジャパン株式会社で、戦略営業統括本部で、市場開発グループをします、早坂と申します。よろしくお願いいたします。今日は、バリサイトさんの、ウェビナーの中でですね、弊社の i.mx プロセッサーのちょっと製品のご紹介をさせていただきたいと思います。私の、プレゼンの中身のアジェンダになりますが、まずは、NXP アプリケーションプロセッサー、i.mx のですね、特徴、アドバンテージ。それから今日はその中でですね、i.mx プロセッサーを使った、AIML のソリューションのご紹介といったところをさせていただければと思います。まずは、i.mx プロセッサーのご紹介になるんですけども、i.mx プロセッサー製品は NXP の製品群の中でも、中心的な製品でございまして、長い歴史を持つシリーズになります。古くはですね、2001年に発表された i.mx1 というものに始まってですね、そしてその10年後に、この一番左端にある i.mx6、この辺が非常にベストセラーという形になってまして、いまだに、ご注文いただいているといったようなシリーズになっております。まだまだ多くのお客様に使われているという形になります。そして、現在の我々の主力製品としましてはですね、この i.mx8 シリーズ、それから、最新の i.mx9 シリーズというものになっております。特にですね、i.mx8M シリーズの場合は、この NPU を、i.mx シリーズとして最初に採用した 8M プラス、それから i.mx91 シリーズにおきましては、低コストでですね、Linux ベースのコントローラーの開発を可能にし、さらに i.mx93 シリーズによってですね、スケーラブルに低コストの HAI システムといったところも開発可能になるというものになります。さらに i.mx95 シリーズ、こちらの方は2026年早々に量産が開始される予定になっているんですけども、i.mx シリーズのフラッグシップというような位置づけになっております。i.mx95 シリーズは、最大6個の A55 コアが 2GHz で動作し、リアルタイム処理用のですね、800MHz で動作する M7 が内蔵。さらに、低電力でセンサー入力やセーフティー監視用の M33 コアといったところまで、内蔵している、ヘテロジニアス構成のプラットフォームという形になります。また、それだけではなくてですね、このデバイスとして、i.mx のデバイスとして、セーフティーの対応、シリ2や ACLB といったものが可能になっておりますし、さらに、昨今のセキュリティ規制ですね、非常にいろんな規制が出てきて、対応に厳しくなってきているんですけども、そういったものに対応できるようなハードウェアのセキュラインクレーブといったものをデバイスに内蔵しております。で、これら、すべての i.mx シリーズが、バリサイトさんの方に採用されているというような形になります。この長い歴史を持つですね、NXP のアプリケーションプロセッサー、i.mx には、特に産業機器向けですね、多くの特徴、強みというのがございます。NXP のこの、製品というのはですね、i.mx に限らず、自社製品にはですね、10年あるいは15年の長期供給プログラムというのを適用しているんですが、特に i.mx 製品に関しましては、15年、もしくはものによってはですね、まだまだご要求のあるような製品に関しましては、15年を超えて供給させていただいております。それから、産業機器っていうところではですね、非常に重要なところ、もう一つ、その拡張温度サポートといったところがありまして、125度の環境での動作保証品というのもオプションで用意させていただいております。それから低消費電力、ファンレス動作も可能な低消費電力を達成しておりますし、先ほど申し上げた通り、セーフティー、セキュリティに対応したといったような製品もございます。それから先ほど、浜野様の方からでも、ご紹介したようにですね、ワイヤレスコネクティビティ製品というところが、我々チップの方を、提供させていただいておりますので、こういった i.mx 製品と接続してご提案ができるというような形になっています。それからこの i.mx をですね、使いこなすための、フレキシブルな、ツール群ですね。それから豊富なパートナー様、エコシステム。そういったところがですね、
使用可能になっているといったところが、特徴、強みという形になります。で、そういったですね、特徴を持っているといったところでですね、我々、バリサイト様をはじめとする、60社を超えるですね、ソムベンダー、あるいは SBC ベンダー様が、この i.mx シリーズを採用していただいているという形になります。で、最後にですね、このどんどん進化する産業機器向けのアプリケーションプロセッサーとしてですね、我々のもう一つの特徴としましては、コルテックス A コアと M コアが両方入ってるんですけども、それによってですね、Linux の柔軟性とリアルタイム OS の制御性っていうのを一つのプロセッサーで達成することができるという形になります。さらに、先ほど申し上げた通り、i.mx8M プラスから、NPU というのを内蔵してるんですけども、それを使うことによってですね、産業機器に対して、HAI とか、マシンラーニングといったところをですね、ローカルで動作させるようなことができるようになってきます。こちらちょっとこの後にご紹介させていただければなと思います。NXP のアプリケーションプロセッサー、特に AIML といったところの使いで、特徴といったところをご紹介させていただきます。まずはじめにですね、まず AIML といったところになると、プロセッサーでおいてですね、AIML というお話をする場合にですね、必ずですね、トップスといったところがですね、比較の、基準として出てくると思うんですけども、我々今 NPU が入っている i.mx としましては、8M プラス、それから i.mx93、それから i.mx95 と、この3つが、あります。で、それぞれちょっとトップ数値は書いてみたんですけども、大体、8M プラスと95が2トップスで、93が 0.5 で、大体4分の1という形になるんですけども、ここで見ていただきたいのは、実性能といったところになりまして、ここでちょっと代表的な CNN を動かしてるんですけども、例えばモバイルネット V1、V2、それから SSD をエネーブルしたモバイルネット V2、見ていただくと分かるんですが、例えば i.mx8M プラスと95ではほぼ同じ2トップスなんですけども、やっぱり比べてみるとですね、2倍、あるいは3倍ぐらいの性能、3倍近くの性能差がついているモデルもあったり、あるいは i.mx93 の場合はですね、8M プラスに比べると、4分の1のトップス性能なんですけども、ものによってはちょっと半分ぐらいかなっていうのもありますが、よりですね、モデルが複雑化することによってですね、実はあまり性能差がないというような形にもなってきています。で、我々のですね、i.mx の中でもですね、このトップ数値というだけではなかなか性能を表現しづらくてですね、さらに他社のアプリケーションプロセッサーと比べた場合は、もう全くこのトップスでは、実際の性能というのをですね、表現するというのは難しいという形になっております。ですので、実際にこの AIML を、プロセッサー、アプリケーションプロセッサーでお客様がご評価する場合はですね、必ずご所望のモデルを動かしてみて、実際の性能を測ってみるといったことが重要になっています。というところでですね、我々も少し実際のモデルを動かしてみて、どのくらいのアプリケーション性能が出るのかというのを少しこの後お見せさせていただければと思っております。まずですね、どういった AIML の使い方というのがあるのかなといったところを少しこの図でご説明してるんですけども、まず、よくあるのがですね、例えばここの薄い水色の部分っていうのは、比較的軽い AI モデルになるんですけども、いわゆる時系列系の AI モデルで、分類とかですね、予測、あるいは異常検出といったようなところ、こういったところは、比較的軽いのでですね、例えば我々もマイコン、MCX と言われるようなマイコンを持ってるんですけども、こういった 100MHz くらいのマイコンでも動作が可能になっています。逆に i.mx とか、そういったハイエンドのプロセッサーを使う場合の AIML としては、やはり、代表的なアプリケーションとしましては、オブジェクト検出というのがあって、例えば顔認証であったり、それから車なんかでもですね、自動運転とか、自動ブレーキなんかでは使われているようなモデルというのは、この辺に値すると思います。で、実際に、今回 i.mx の方でですね、お見せしたいところが、この、養老ベースの、オブジェクト検出機というものになるんですけども、こちらでの、例えば性能というのを見ていただければと思います。はい。これは i.mx8M プラスの方で、養老 V8
というものをですね、動かしている様子になりますが、大体20フレームパーセック、この下の方にインフェレンスタイムというのが出てるんですけども、大体50ミリセックということなんで、20フレームぐらいが出ております。この20フレームっていう性能がですね、どのくらいなのかと言いますと、例えば先ほど申し上げた通り、車の、今、自動運転とか、自動ブレーキみたいなカメラがついてますけども、それが大体20フレームぐらいで、撮影しているというものになります。ですので、十分、そういった、セーフティー目的の、隠しカメラであったり、そういったところにも十分通用するような、フレームレート。それから、ここで見ていただいて分かる通りですね、十分なですね、オブジェクトディテクションの性能というのが出ているかと思います。こちらの方をですね、いわゆるバリサイトさんの IoTMS84 プラスのモジュールの方で実行可能という形になります。はい。で、次にですね、最近はですね、皆さんチャット GPT とかジェミナイとか、そういった生成 AI というのを使われていると思うんですけども、我々のプロセッサーでもそういった、生成 AI というものをサポートが可能です。例えば、こちらに書きました会話型の HMI というところが一つ生成 AI を使ったですね、アプリケーションの例となっておりまして、ちょっとこちらの方をご説明させていただければと思います。ですね、あとちょっとビデオの方をお見せしたいと思うんですけども、イメージとしてはこんな、ちょっと車の中の、HMI みたいな形に実装はされてますが、動きの方をまずちょっと絵の方でですね、ご説明したいと思うんですけども、まずこのウェイクワードといったところで、Hey NXP と言うとですね、実際にこのウェイクワードエンジンがそれを聞き取ってですね、実際処理を開始するという形になります。で、ここで次に喋った言葉をですね、音声テキスト変換して、そのテキスト変換されたものを実際の LLM のモデルに食わせて、そのモデルが出してきた結果をですね、テキストベースの結果を音声変換して、出力するというようなものになっております。で、さらに、もちろんですね、このプロセッサーの性能というのはですね、限りがありますので、例えば、よりですね、オプティマイズしたいという、お客様の目的に合わせて、この LLM のオプティマイズしたいといったような場合にはですね、ラグというですね、仕組みを使わせていただきまして、このラグにですね、もともと LLM が持ってないような情報を、こちらの方に入れることによって、お客様に、の使い方に最適な、LLM の構成を取るといったことが可能です。で、このラグの方はですね、データベースジェネレーターとか、そういったものは我々も用意しておりまして、実際 PDF といったその非常に小さなコンパクトなデータという形になりますので、ローンサイズとかに圧迫せずにですね、お客様のシステムに、最適な、LLM システムといったものが構築可能になっています。で実際の、ビデオなんですが、ちょっと、システムの問題でですね、申し訳ないんですが、ちょっと音声が出てないと思うんですけども、ここで、例えば、Hey NXP というと、ここで、認識してですね、実際に今、テキストを読み込んで、例えば音楽をかけてくださいとか、それから、どこどこに行きたいですといったものを今、音声で言ってます。で、実際に音声で、読み取って、で、マップの方に、マップのアプリケーションに切り替えたりとか、そういったようなことをやっています。まだ残念ながらですね、まだちょっと英語版なので、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、今、フューズボックスはっていうのは車の中にどこにあるんだろうって聞いたらですね、大体フューズボックスっていうのはエンジンの近くの近くのところの、なんか箱みたいなところに入ってるよっていうようなところをですね、説明したりとか、いわゆる説明書代わりに使ったりとかですね、いろんなことを、車に関するようなことをですね、例えば先ほどのラグといったところのデータベースに入れることによって、一般的な情報は LLM がサポートして、車に特化したような情報はこういったラグといったところから情報を引き出すといったことによって、この車に特化したようなですね、コパイロットというような形が取れるというものになります。はい、これは、iDotMX95 の方で動いておりますので、iDotMX95 を使っていただくことによって、こういった生成 AI を使ったですね、HMI といったものがシングルチップで構成できる。で、さらに、ネットにつなぐ必要がなくてですね、ローカルでここまでできるといったような形になります。はい。
で、さらにですね、いわゆるマルチモーダルっていうような、LLM っていうのも出てきてるんですけども、そういったもののサポートというのはどうすればいいのかといったところですね。さすがにIDOTMX95 シングルチップでは、さすがにちょっと厳しい、要求性の計算、必要計算数量もだいぶ上がってきますので、その辺はどういうふうにすればいいのかといったところなんですけども、実は今月ですね、NXP は、キナラというですね、外付けの NPU を開発する会社を買収しました。こちらの、製品を使うことによってですね、いわゆるこのマルチモーダル、もっと上の方ですね、この辺のいわゆる視覚的な推論とかエージェント AI とか、状況の解析、こういったことができるような性能を持つ AI のシステムというのを開発、提案できるという形になりました。で、実際どのようなものかっていうのをちょっとお見せしたいと思うんですけども、このキナラ社が持っている製品というのが、こういった外付けタイプの、NPU になっておりまして、形としましては、デバイスなんですけども、ご評価しやすいように、こういった M.2 のものになってまして、PCI Express であったり、あるいは USB というインターフェースを持ってますので、既存のシステムに、そういった PCI、あるいは USB を持っているシステムに外付けできるというような仕組みになっております。ですので、IDOTMX シリーズであれば、IDOTMX95 を使ったバリサイトさんのソムであったり、あるいは8円プラスのソムであったり、あるいは USB を持っているようなものを使ってですね、こちら、AI の処理をですね、こちらの方にオフロードして、さらに高度な AI 処理というのができるようになります。例えば、ここに、ちょっとイメージといったものが、の写真をちょっと載せてるんですけども、例えば監視カメラにですね、この、キナラ社のですね、外付けの AI アクセレーターを載せることによって、例えばこの監視カメラに映っている画像ですね、これを解析して何が起こっているかといったことを、説明するような文章、あるいは音声を、生成することができるというものになります。ですからずっと人間が見ていなくてもですね、何かこの建設現場で何かこの荷崩れが落ちたとかっていうことを認識して、それを、実際どういう状況かを説明する文を生成して、それを、管理者に通知するといったようなことが可能になってきます。で、ちょっと実際にですね、動いている様子っていうところなんですけども、ちょっと静止画、ちょっと動画というよりは静止画にしておりますが、この静止画を見てですね、どういう状況なのかっていうのを、例えばテキストで打ってあげた場合に、今、Can you describe this image と言ってますけども、何が起きているの、この画面に映っている状況を説明してくださいというような、例えばテキストを打ったとしますと、この LLM がですね、ここは、倉庫か、ストレージの施設に見えますねと。で、この広い施設に何か箱か、木箱が積み重なっているように見えますと。で、この施設は今状況によって、こんな状況によって非常に大変な状況になっているように見えますねと。で、いくつかの作業員が、黄色のベストを見て、来てですね、一人はカメラの方に向かってきてますし、一人はカメラから離れているように見えますというようなことを説明しています。で、実際にあとは、例えばここに how many men do you see って言ってますけど、何人の人が見えますかっていうところに関しては、I see two men ということで、2人の男の人が見えるように見えますねって言って、ちょっと奥の方のは残念ながら認識できてないみたいですけども、2人の男の人がいるように見えますといったような形でですね、IDOTMX と、それから、このキナラの外付けの AI アクセレーターを使うことによって、このようなアプリケーションというのをですね、ローカルに、クラウドに接続することなく実行できるというような形になっていきます。はい。で、この辺が、我々、様々なですね、AI の、ユースケース、それから、性能要求というのは、あると思うんですけども、いろいろな、いわゆる、先ほど申し上げました、軽いですね、こういった異常検出とか、分類分析みたいなAIML から、今申し上げましたマルチモーダルの AIML までですね、またサポートできるハードウェアと、あるいはツールというのを持ってますので、ぜひご検討いただければなというふうに思います。はい、最後、まとめになります。IDOTMX は今ご紹介申し上げてきました通り、産業アプリケーションに最適なアプリケーションプロセッサーでございます。特に今日はですね、生成 AI という切り口でご紹介申し上げましたが、生成 AI を活用したですね、
アプリケーションというところをですね、企画されている方もいらっしゃるかと思うんですけども、我々のソリューションを使うことによって、AI/ML、生成 AI もですね、クラウドに接続することなく、ローカルで実行できます。それによってですね、例えばセキュリティの問題であったり、あるいは運用コストといったところを犠牲にせずですね、これまでにない新しい製品開発といったところが可能になるのではないかなと思います。実際ですね、バリサイト様の方に採用されている i.mx プロセッサーとともにですね、今日ご紹介しました、AI/ML のソリューション、それを可能にするですね、豊富なツール、あるいはエコシステムといったところをご提供、バリサイト様と一緒にできますので、よりタイムトゥーマーケットに製品を投入するといったところに合致できるのではないかなというふうに思います。ぜひ製品開発、企画検討時には、バリサイト様のモジュール i.mx をご検討いただけますようお願い申し上げます。はい、以上になります。はい。で、次はですね、村田様の方から Wi-Fi の方の、Wi-Fi 製品の方のご説明をしていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。村田製作所の中西です。画面シェアします。バリトサイト製品様に弊社の無線モジュールを採用させていただいているので、その紹介をさせていただきたいと思います。まず最初に村田製作所についてですけど、世界的な電子部品メーカーで、本社は京都府の長岡京市というところにありまして、創業から大体80年ちょっと経っている会社で、こちらが会社の紹介になっています。で、弊社の部品というのは様々な、ほぼすべての、電子製品に使われていると思っていただければよろしいかと思います。製品のラインナップとしては、このようなものがありますが、今回紹介させていただくのは、通信モジュールの紹介となります。で、弊社の通信モジュールですけども、様々な市場で使っていただいてまして、モバイル機器、自動車、で、特に今回紹介させていただくのは、それ以外の市場ですね、IoT マーケットに使われているような無線モジュールとなります。で、無線モジュールとしても様々なエリアで、弊社製品採用いただいておりまして、バイサイトさんの製品というのは主に産業向けだったりとか商業向けとか、そういうものに使われているという認識ですので、そのあたりのマーケットに対しても様々な製品を用意させていただいております。で、村田の無線モジュールが、どこで優れているかということなんですけれども、村田の創業自体から、創業した当時からですね、ラジオだったりとか無線機器向けの製品というのを作っておりまして、無線のエンジニアが、もうたくさんいて、アンテナ技術だったりとか、ハードウェアの設計の技術が、主に基盤として存在していると。で、我々のチームとしてはソフトウェアのチームだったりとか、無線機器っていうのは、認証が必要ですので、電波法関係の認証ですね、主に。その認証の対応とかも、弊社でさせていただいている場合があると。そういうエンジニアもおります。また、グローバルネットワークですね。欧米、東南アジアなどに拠点がありまして、世界中のお客様、本社のお客様が、いろいろなエリアにおられても、直接ローカルのエンジニアがサポートすることができます。また、内製部品をたくさん使っていますので、何らかの部品のショーテージが起きたときも、モジュールとしての供給はなるべく続けられる体制が作れるというようなところも、他のモジュールメーカーと比べたらメリットになることを考えております。あと、製造拠点は2カ所ありまして、一つの製品をどちらかの工場で作っているというケースが多いんですけれども、何かあったときには、代わりになる工場が日本と中国に存在していると。NXP さんとは、ゴールドパートナーということで、パートナーとして、協業させていただいているというほか、様々な IC メーカー様、様々な代理店様と世界各国で協業させていただいている状態であります。で、無線モジュール、先ほどのバリツナントさんの紹介でもありましたけども、こちらのものが弊社の無線モジュールになりまして、多くのバリサイト製品の中で、弊社の無線モジュールが現在採用されている状態となっております。採用されている製品としましてはですね、NXP さんの、
611、612、610という製品が使われておりまして、それぞれですね、対応しているスループット、バンド帯域によるスループットの差であったりとか、Bluetooth のモードですね、BLE と言われるものだけしか使えないものと、昔からある、クラシック、BT クラシックに使えるもの。あとは、15.4 ですね、スレッドだったりとか、ジグビーとかで使われる通信に対応しているもの、対応していないものということで、4種類のラインナップがありまして、それぞれ、同じピンコンパチのモジュールを作っていますので、どれを使うかっていうのは、その要望に合わせて選んでいただけるというような形になっております。でそれぞれのモジュールの紹介がここから続くんですけれども、弊社のモジュールですけれども、バリスサイトさんの紹介の中でもありましたけれども、主に日米欧の電波法文字のモジュール認証というのを取得しております。これ、そのまま使っていただける条件というのは、お客さんの設計によって変わったりとかするんですけども、弊社の推奨する条件で使っていただければ、そのまま特に試験なしで、使える場合もありますし、試験を簡単にして、対応いただけるというような場合がありますので、ご相談いただければと思います。4種類のモジュールですね。すべてピンコンパチで、作っていますので、バリサイトさんの同じボードの上で載せ替えしていただくと。バリサイトさんが載せ替えるんですけども、どれかをチョイスしていただくという形で使っていただくことができます。はい。で、弊社のモジュールの製品サイトっていうのがありまして、それぞれの商品ですね、こちらのアドレスで、紹介させていただいてますし、そこの中にですね、今回お話しした電波法認証などに関する資料とか、各種の技術資料などが掲載されていますので、そちらを参考にしていただければと思います。あと、こちらはですね、主にお客様が購入されたルートを元に、サポートをしていただく、サポート依頼とかがある場合はしていただくことになるとは思うんですけれども、コミュニティフォーラムというのがありまして、なんか問題があったときに、こちらに、誰でも閲覧できる、サポートサイトというのがあります。で、こちらになんかもうすでに質問があって、回答されているようなものもあったりとかしますので、そちらで自分と同じような事例がないかというようなことを見ていただくこともできますし、どなたでもアカウントさえ作れば入れるサイトですので、質問していただくことも可能になっています。それぞれ今回紹介した4つのモジュールプラス、i.mx で、には対応していますので、はい、こちらで質問していただいてもいいですし、バリサイトさんの購入ルートで、サポートを依頼していただいて、というのでももちろん構いません。はい、以上になります。ご愛聴どうもありがとうございました。中見さん、ありがとうございました。